はい、皆さん、さやかです。最近、ウォルト・ディズニー・ワールドが来年2024年に導入される5つのアップデートを発表したので、今日のマーク・サイ・ロスト・イン・ワールドではこの5つのアップデートについて詳しく説明していきたいと思います。それでは行きましょう。それではまず5つのアップデートに入っていく前に、もう一つディズニーが公開したアナウンスメントがあるんですけど、2024年以降のテーマパークチケットやディズニーワールドホテルリゾートやホテルとチケットのパッケージは今年の5月31日以降に予約することができます。なので、もし皆さんが2024年にディズニーワールドへの旅行を予定しているなら、今年の5月31日以降に予約をすることができます。それでは早速5つのアップデートに入っていきたいと思います。まず1つ目、2024年の1月9日以降にデータベースのチケットを購入するとテーマパークリザーベーションが必要なくなりました。ディズニーワールドでは今パークリザーベーションシステムっていうシステムが導入されていて、これは何かというと、皆さんはチケットを買うだけでなく、チケットを買った上にどの日にどのパークに行くかっていうのを事前に予約しないといけないんです。簡単に言うとパークの予約ですね。これはパンデミックの後に人混みをなるべくコントロールできるように導入されたシステムなんですけど、ゲストにとってはパークリザーベーションってすごく不便なんですね。なぜかというと、パークリザーベーションは売り切れてしまうことがあるんです。なので、この日にこのパークに行きたいと思ってても人がいっぱいだったら、キャパシティに達してしまったらそのパークは売り切れってなってしまうこともあって、で事前にどの日にどのパークに行かないといけないっていうのは結構プランニングがいるじゃないですか。なので、このゲストにとってはもうその日に行きたいパークに行くっていうことができない場合もあるので、すごく不便だったんですね。でこのパークリザーベーションは結構嫌いな人が多かったんです。最近は世界中のあちこちでコロナウイルスの制限が緩和されつつあるので、それに伴って来年の1月9日以降のデートベースチケットを持っているゲストはパークリザーベーションをしなくてよくなりました。ここでデートベースチケットっていうのは何かというと、ディズニーワールドのテーマパークチケットを買うときに、この日に行きたいとか、この日からこの日に行きたいっていうのを決めて、その分のチケットを購入するのがデートベースチケットです。それとは違って、日付が決まっていないいつでも使えるチケットも売られてるんですけど、このチケットはプレゼント用とかにもできるんですけど、このノンデイテッドチケットを買った場合はまだパークリザーベーションをしないといけません。だけど、さっき言ったように、その日付が決まってるチケットを買った場合はパークリザーベーションをしなくてよくなります。それでは次に2つ目のアップデートです。キャストメンバーとウォルト・ディズニー・ワールドのアニュアルパスホルダーは2024年に Good2Go Days にパークリザーベーションなしでパークに行けるようになります。Good2Go Days っていう日にちが紹介されたんですけど、この Good2Go Days はさっきも言ったようにキャストメンバー、ウォルト・ディズニー・ワールドのキャストメンバーとアニュアルパスホルダーがパークリザーベーションなしでパークに行くことができる日にちです。そしてディズニーは2024年のセレクトデイズにこの Good2Go Days を開催する予定です。しかし、この Good2Go Days はパークによって異なり、もしパークがキャパシティに達してしまった場合は Good2Go Days でも入ることができません。それでは次に3つ目のアップデート、なんとディズニーダイニングプランが復帰します。イエーイディズニーダイニングプランは何かというと、皆さんのウォルト・ディズニー・ワールドでの食事を先払いできる仕組みになっています。そしてこのダイニングプランには2つの種類があって、ディズニークイックサービスダイニングプランとディズニーダイニングプランです。ディズニークイックサービスダイニングプランは一定のお金を先払いしたら対象のクイックサービスレストランで食事ができるダイニングプランで、ディズニーダイニングプランはその一定のお金を先払いすると対象のテーブルサービスレストランで食事ができるプランになっています。ダイニングプランはやっぱり先払いなので、その旅行のその日に食事代について考えなくていいので、結構人気な追加オプションだったんですけど、残念ながらこのダイニングプランはコロナウイルスが発生してからストップされてしまってたんですね。ですが、これが2024年の1月9日に戻ってきます。2024年の1月9日以降にウォルト・ディズニー・ワールドのリゾートホテルに滞在するゲストはこのダイニングプランを別料金で皆さんのパッケージに追加することができます。これは別料金のオプションなので、つけてもいいしつけなくても大丈夫です。それでは次に4つ目のアップデート、
2024年にウォルト・ディズニー・ワールドリゾートホテルに宿泊するゲストは全員アーリーテーマパークアドミッションを利用することができ、ディズニーのデラックスリゾートまたはデラックスビラーズに宿泊するゲストはセレクトデイズにセレクトパークでエクステンデッドイブニングアワーズを利用することができます。このアーリーテーマパークアドミッションとエクステンデッドイブニングアワーは今年も23年もあるのでこれは今年と変わらないんですけど、この2024年もこの2つの特典を続行するよということになります。そしておなじみがない方のためにアーリーテーマパークアドミッションとエクステンデッドイブニングアワーズについて少し説明していきたいと思います。アーリーテーマパークアドミッションはパークが公式に開園する30分前にパークに入れる特典です。そしてこれは毎日全ての4つのパークで開催されるので、どのパークにいつ行くにしてもウォルト・ディズニー・ワールドのリゾートに宿泊していれば毎日30分早くパークに入ることができます。それと違いエクステンデッドイブニングアワーズはディズニーのデラックスビラスかデラックスリゾートに滞在しているゲストでないと利用することができません。またこのエクステンデッドイブニングアワーズは毎日開催されているわけではなく、決まった日にちに決まったパークでしか開催されないので、もしデラックスリゾートかデラックスビラーズに滞在する予定でこの特典を使いたいなら、いつエクステンデッドイブニングアワーズがどのパークで開催されるのか事前にウォルト・ディズニー・ワールドのウェブサイトをチェックしておいてください。そしてこの特典については結構いろんな方から質問をいただくのでここで説明するんですけど、アーリーテーマパークアドミッションとエクステンデッドイブニングアワーズを使うにはただ皆さんがディズニーワールドのリゾートゲストであることを証明するだけです。そしてこれは皆さんのリゾートの予約を皆さんのマイディズニーエクスペリエンスアカウントにリンクするだけでできます。そしてもし直接ディズニーからホテルを予約したら自動的に皆さんのリゾートホテルの予約とマイディズニーエクスペリエンスアカウントはリンクされるんですけど、もし他の会社から他のツアー会社か旅行会社から予約した場合はマイディズニーエクスペリエンスアプリで皆さんの予約番号をただ入れるだけで皆さんのホテルの予約とマイディズニーエクスペリエンスアカウントをリンクすることができます。ウォルト・ディズニー・ワールドではパークに入るときにマジックバンドかマジックモバイルを使って入園するんですけど、皆さんのホテルの予約がマイディズニーエクスペリエンスアカウントにリンクされていれば入園するときにシステムが自動的に皆さんを入れさせてくれるので何も特にすることはないです。そして5つ目、最後のアップデート、ディズニー・ジーニープラスがよりシンプルに簡単になります。ディズニー・ジーニープラスは結構前にカリフォルニアのディズニーランドとウォルト・ディズニー・ワールドに導入されたデジタルサービスで、ディズニー・ジーニープラスを購入するとゲストはいろんなアトラクションの列をライトニングレーンを使ってスキップすることができます。このディズニー・ジーニープラスについては私もこのチャンネルにたくさんの動画を載せたので、まだディズニー・ジーニープラスについてあまり馴染みがない方はディスクリプションにディズニー・ジーニーのプレイリストを載せておくのでそこにある動画を見てみてください。そしてこのアップデートについてなんですけど、今のところウォルト・ディズニー・ワールドではディズニー・ジーニーを事前に買うことができません。それだけじゃなくてこのディズニー・ジーニープラスは結構複雑なんですね。ルールが何個もあって結構ナビゲートするのがあんまり簡単ではないので、結構ディズニー・ジーニープラスは嫌いな人も結構いるみたいなんですけど、このアップデートによると2024年以降にこのディズニー・ジーニープラスのサービスがよりシンプルに簡単になるみたいです。これがどうシンプルになるのかとか何が変わるのかっていう詳細はまだ出てないんですけど、それはまた後に発表されるみたいです。そしてこのディズニー・ジーニープラスについて何か変更があったりとかした場合はこのチャンネルでお知らせするので、まだマークサイロストインワールドにチャンネル登録をしてない方は今のうちにチャンネル登録をして今後のディズニーニュースを見逃さないようにしてください。そして Twitter でもいろんなディズニーニュースをシェアしているので、まだの方は Twitter マジカリーさえにもフォローをよろしくお願いします。それでは以上がウォルト・ディズニー・ワールドが発表した5つのアップデートになります。もしこのビデオが役に立ったらビデオにいいねをよろしくお願いします。そしてさっきも言ったように私たちはこのチャンネルでディズニーやユニバーサルについての情報を配信したり旅行に行った時のブログを配信したりしているので、今後のブログやビデオを見逃さないようにまだの方はチャンネル登録を忘れずによろしくお願いします。そして最新動画がアップした時に通知を受け取れるようにチャンネルの通知をオンにするのも忘れないようにしてください。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。
Make today magical! Bye!